あいつだーって言って、そいつのとことガッて持つんですよ。そしたらバッて振り向いたその男がですね、鬼舞辻無惨。ビジュアルは、すごいジェントルマンだったんです。白いハットに白いスーツにウェイビーヘア。ほとんどスムースクリミナルの時のマイケル・ジャクソンです。もう全盛期のマイケル・ジャクソンのですね、ものすごいいなせない出立ちでですね、ビュワーンふわって見るわけですね。お前かっつってですね、気づくわけですね。そしてですね、その鬼舞辻無惨はですね、実はこの炭治郎、耳飾りっていうのをしてまして、特徴的な耳飾りをしてるんですよ。花札みたいなね、和風の耳飾りをですね、炭治郎は親から受け継いでしてるんですけども、その鬼舞辻無惨はですね、その炭治郎の耳飾りを見て何か思うんですね。うわ耳飾りこれ何かあったんでしょうね、過去に。なんかの因縁があるんですけども、耳飾りパッと見てですね、何ですか言ってですね、炭治郎はまずびっくりするんです。なぜか。そのスムースクリーナルのマイケル・ジャクソンこと鬼舞辻無惨。なんとですね、妻と娘がいたんですよ。どうしたのあなた。何パパと。こっちは匂いからして完全に人間なんです。人間とイケシャーシャーと暮らしてるっていう。それが信じられなくてですね、炭治郎はもうびっくりするんですよ。鬼なんてね、知性で言うと衰えてて、パワーは強いけど、お前ら殺してやるぜ、ブワーみたいなやつだったわけじゃないですか。とか言ってたじゃないですか。そういうですね、鬼とは全然違う。もうこんなスムースクリミナルになってですね、何パパとか言われてですね、暮らしてるんですよ。普通に人間として暮らしてんのか、この野郎なった時にですね、その鬼舞辻無惨が通行人をシャッとやるんですね。なんかしらシャッとやったらですね、その通行人がいきなりブーって鬼になるんですね。でももう群衆の中でいきなり鬼になったやつが暴れ出してですね、ギャーなって、で、炭治郎がそっちに目を奪われてる間にね、さあ行こうとか言って行っちゃうんですね。おい待て無惨待てとか言いながらですね、こっちの鬼を抑えなきゃとか、無惨この野郎みたいな、これが無惨との出会いになるわけですね。とんでもない敵キャラですよ。あの鬼のラスボスがもうこんな普通に家族と人間の生活してる、そんなことありますか？恐ろしいね。そんな中ですね、その鬼舞辻無惨はですね、部下に命令するんですね。おいとか言って、鬼がシャッと現れる、シャッと。何でしょうか、無惨様とか言って。耳飾りに特徴のある少年を殺せ。そして首を持ってきなさい。いうわけですね。はい、かしこまりました。バーッ命を狙われるわけですね。はい、そしてですね、その鬼たちにね、ひたすら命を狙われる立場になります。そんな中ですね、あるワードが来るんですね。十二気づきというワードが出てきます。お前らは私にはかなわないよなんていう鬼が現れてですね、なんでかって私は十二気づきだからさっていうわけですね。12の鬼の月十二気づき。これはですね、言ったら幹部なんですよ。この鬼舞辻無惨によって特別に選ばれた12体の鬼、十二気づき。だからお前なんか倒せねえよっていう風に来るんです。ね。うわ、だからこんな強いのかと思いながら倒すんですが、実はそいつは十二気づきではなかった。ということが明らかになります。そんな時ですね、助けてくれた、味方の人がですね、この人も実は元鬼なんですけど、今度はですね、玉代さんっていうですね、鬼なんだけど人間に協力的というですね、無惨を憎んでるっていう、今度はこっち側のっていう人が現れて、これは十二気づきじゃありません。弱すぎますから。そして十二気づきは全員目の中に数字が刻み込まれてるんです。すごいキャラ。十二気づきは全部ですね、数字が刻み込まれてる。眼球にないからこれ幹部じゃありませんと。ナンバーズじゃありません。うわ、そうなんだ言いながらですね、でも、ね、その玉代さんっていうね、鬼なんだけど人間の味方してくれる人に、と知り合って、そこ中略しましたけども、禰豆子さんを戻す方法、今調べておりますと。ね。その強い鬼は無惨の血を大量に色濃くもらっているので強いんです。なので、十二気づき、そういう幹部の強い血を採取することができて研究ができれば、禰豆子さんを元に戻すヒントが見つかるはずです。なるほど。十二気づきの血を採取する。新たなミッションが始まりました。そうすれば妹は戻るんですね。わかりました。妹と行きます。カッシャンカッシャン、十二気づき、十二気づき、十二気づきの12人の幹部。いいなら行くんですね。すると道中ですね。また、味方にも出会うんですよ、今度は。ね。同期なんですね。生き残っていた5人。生き残っていた5人のうちのですね、2人と出会うんですね。
それがですね、善逸と伊之助っていうやつがいるんですけどね。この善逸っていうのね、面白いんですね。この善逸ってもうここもね、ギュッといきますけど、善逸っていうのはですね、もう普段臆病なんですよ。おい、炭治郎、もう、俺のこと守ってくれよ。守ってくれなきゃ俺死んじゃうんだぞ。俺弱いんだから。頼むよ。鬼なんかにあったら俺一発で死んじゃうんだからなっていう、めちゃくちゃ弱いキャラなんですけども、実はですね、ものすごい弱気すぎて、うわーなんてバーンと気絶しちゃうんですよ、戦闘中に。戦闘中に気絶してから強くなるっていう、もう水拳の最強版みたいな状態のやつなんですね。パーン怖いよギャーパチンソーンシャーンっていうですね、そういう技を持ってるっていう善逸。これもね、非常に人気のキャラクターです。可愛いですね。もう、ギャーとか言ってる時はですね、もうコミカルなんですけど、気絶してから超強くなるというですね、そういうキャラクターですね。伊之助というのはですね、訳あって、イノシシのですね、頭を被っていて、上半裸というですね、野生児なんですね。この野生児はですね、訳あって、過去にですね、親に捨てられてしまってですね、山の中で獣に育てられたってとんでもない設定のやつですね。こいつは二刀流でですね、もうギザギザの刃を持ってですね、とにかく、強いやつを倒すのが好きっていうですね、そういうですね、ワイルドボーイなんですが、その悲しい過去のがだんだん明らかになってくるという、この憎めないキャラクターですね。この善逸伊之助とともにですね、初めて倒すのが元十二鬼月。元とかあるんだ。ね。この十二鬼月が悲しいんですよ。体中に包みを持ってるやつですね。ポンよーポンとか言う。なんで、どういうバリエーションすごいですね。手のやつもいりゃね、もうスムースクリミナルもいた上でですね、包みのやつもいるんだというね。いろんなやつがいるんですけど、包みのやつはですね、その屋敷と一体化してですね、包みを鳴らすたびにですね、屋敷の構造を全部変えてしまうというですね、部屋をぐるんぐるんにしたりですね、そういうですね、東京フレンドパークの最強版みたいな、そういうやつなんですね。ポンポンポンとかってですね、ガシャンガシャンガシャンと、うわーちょっと待ってください、本邪魔かさんみたいな、そういう状態なわけですね。うわーみたいなね。はい。そういう、VS 嵐の方が良かったでしょうか、例えとして。ちょっと東京フレンドパークはちょっと、例えとして古かったことをちょっと謝罪させていただきます。さあ、そういうですね、とんでもない元十二鬼月。こいつともですね、仲間を強調してですね、倒すんですね。この十二鬼月もね、もう悲しいんですよ。ね。十二鬼月の中の一番下。実はですね、十二鬼月は上限と下限。上限の月、下限の月ってありますよね。月の光の輝き方でね。その上限っていうのがいわゆる上の、より強いクラスなんで、下限の月ってのはもう強いんだけど、その中では下の方。で、下限の1が一番強い。上限の1が一番強い。ね。ね。だから1、2、3、4、上限1、2、3、4、5、6、下限1、2、3、4、5、6。その下限の6だった鬼なんですよ。ね。その元下限だったやつがですね、お前、もう、下限から外れろと、入れ替え戦でね、下げられちゃったっていうね、悲しい鬼なんですよ。お前はもう、もっと強くならなきゃダメだっつってね、鬼物の無惨からお前なしって言ってね、下限の6とかがね、もうバチンでね、罰になってね、それで悔しながらですね、もっと人間食って強くなってやらなきゃって、そういう鬼だったんですよ。ここもそうなんですけど、鬼が実は背負ってる運命も悲しいんです。なんでかというと、鬼ってもともと鬼だったわけじゃないんですよね。鬼物樹無惨によって鬼にさせられているわけですから、その前の記憶とか非業っていうものが、その中にですね、能力とかに全部出ちゃってるんですね。包みを鳴らすんですね。ポンポコポンポコポンポコ鳴らして、わーやるんですけどね、もうどんどん炭治郎が対応しててですね、こっちを鳴らしたら右に回る、こっち回したら左に回る、だんだん分かってきたぞなんて、すごいね、対応力とんでもないですね。わーだんだんもう乗りこなしてきてですね、それ最終的にスパーンやってしまってですね、ただなんで包み鳴らしてたかっていうとですね、これもともとはね、この鬼はですね、小説家になりたかったんです。どういうこと小説家になりたかったんですけど、なれなくて、ものすぐこき下ろされて、悔しくてですね、もう小説じゃなくて、あなた趣味で包み打ってんだから、包みでも打てば、でもまあ、それでもプロになれないか、みたいな、そういうですね、小説も書くし、音楽もやってるんだけど、両方、うまくいかないっていうですね、才能を認められなかったっていうね、そういうアーティスト肌の人だったわけですよ。ね。で、なんとか褒めてほしいと思いながら強くなってた。でも、鬼物樹無惨にもお前には才能がないって言われたっていう鬼だったわけですね。それがね、バーン炭治郎に切られてですね、ブワーン胸ザー燃えていく中ですね、炭治郎に言われるんですよ。こういうですね、鬼のですね、特殊な能力をですね、血気術って言うんですけどね、お前の血気術はすごかったって言われるわけですね。すごかったぞって言われてですね、敵にでもですね、褒められたことが嬉しくてですね、過去のですね、なんだこの原稿つまんねえな、才能ねえんだもんやめちまえとかですね、こんなんで飯食っていけると思ってんのか、お前プロになんかなれるわけないだろうっていう記憶とかブワーフラッシュバックしてですね、
お前との戦いは大変だった、すごかったよって炭治郎に言われてですね、よかったっつってバーッと燃えてくるんですね。ふわーっ、元十二鬼月の一つ。やった、よかったってね。で、善逸、伊之助ともですね、なんだかんだ珍道中、ね、意気投合してですね、よし、次の場所へ向かおう。カラスがあの山へ向けって、パッて行くんですね。あの山をパッと見たらですね、善逸が震えるんですね。ちょっと待って、なんか変な雰囲気するよ。なんかめちゃくちゃ怖い雰囲気するけど、あの山大丈夫って、大丈夫だよって言うんですね。そしたらですね、その山のふもとからですね、鬼殺隊のですね、制服を着た、隊服を着たですね、隊員が、助けてくれーって、もう方法の手で降りてきて、ギャーって山に呼び戻されてて死ぬんですね。うわー、隊員が死んどると。隊員がなんかもう出てきて死んどる。これ行きたくない、善逸が行きたくない言うけど、いや、行かなきゃしょうがねえからとか言ってですね、炭治郎とですね、その伊之助向かうんですね。その山では、鬼殺隊が大量に殺されているっていうことが明らかになるわけですよ。バッと見たらですね、もう鬼殺隊の死体がバンバンあるんですね。どういうことなったらですね、血だらけのですね、隊員がね、来るな、お前、何しに来たんだ、お前、どこの部隊の階級はいくつだって言われるんですね、鬼殺隊のですね。でも最近なったばっかりですから、10階級ある中の一番下、ね、木の絵とかなんとかとかって和風な隊員の序列がある中で一番下の水の戸ですって。水の戸なんて来たって意味ねえんだよ、バカ野郎とか言ってですね。柱を呼ばなきゃダメだって言うんですね。さあ来ました。キーワード、柱。これ鬼側の幹部を十二鬼月と言ったようにですね、この鬼殺隊側の最強戦士のことを柱って言うんですね。その柱、最強の戦士は9人いるんです。はい。十二鬼月は12人。最強の戦士、柱は9人。柱じゃなきゃダメだ。だからもう本当超幹部が来ないと、今回の案件はもう処理できませんと。何をね、だからもう副社長とか専務クラスが来ないとダメなのに、なんでお前バイト君来ちゃったと。ね。お前、この案件はもうナショナルクライアントでとんでもない損失出して、なんで20億の損失出した案件を謝りに来るのにバイト君来ちゃってんだよって、そういう状態ですね。バイト君来んじゃん、お前じゃねえんだよ、まだ新入社員だろ、水の戸じゃねえんだと言われた伊之助がうるせえとかバーンと殴っちゃうんですけどね。おい、まだ隊員だからとかね、言いながら、そんなやばい案件なの言いながらですね、ファー行くんですね。するとですね、隊員たちがブワー立ち上がるんですね。違うんだよ。おい、ここが恐ろしいのは、何が起きてるかわかんねえんだ。急に隊員のチームが、味方同士で切り合う羽目になったんだよ。ズブシュブーシャー。そしたらですね、隊員がですね、このブラーン浮き上がりながらですね、刀持ってですね、襲ってくるんですね。うわ、隊員たちがこっちに向かってくる鬼になってるわけじゃないけど、なんか意識のない隊員たちがこうなんか操られてるからに来るんですね。うわ、どういうこと？一方、その頃、どこかしらの本部でですね、そろそろ柱を出さないといけませんね。なんていう声が聞こえるわけですね。どっかの本部で言ってるわけですね。では、いけますか？義勇、そして忍。さあ来ました、義勇。実は義勇柱だったんです。義勇、この最強の9人のうちの1人だったんです、義勇。富岡義勇、いけますね。胡蝶忍、いけますね。はい、わかりました。ね、富岡義勇と、あと胡蝶忍っていう非常に美人ですね。この美人も9人の柱の1人だったんですね。この2人の男女ペアで行ってきなさい。なんと9人のうちの2人。9人のうちの2柱をですね、差し向けなきゃいけないバカでかい山がそこにあるというですね、バカでかい事件なんだという予感の中ですね、飛び込んでいる水の戸のこの善逸は山のふもとで逃げてるんですけど、炭治郎と伊之助というね、これなんじゃー言うたらこれ種明かしするとですね、雲の鬼なんですね。雲の力を持った鬼なんですね。糸でですね、操ってるんですね。女のですね、鬼がですね、操ってるんですね。こいつらで倒してやるとかですね、バーって、そいつらをですね、隊員を殺さないように糸をどうにかやるみたいな、やってですね、なんとかやるんですよ。でも、怖いのはですね、そいつが、女なんですけど、ちゃんと頑張ってよね、母さん、とかですね、子供とですね、
親父がいるんですね。なんか家族連れなんですよ。鬼津ファミリーがついに登場するんですよ。鬼津ファミリーの母親がまず先鋒として来てる。こんな糸使って、こんな隊員、こんなブランブランマリオネットみたいにして、こんな風にやってくるのに、そいつが先鋒ですか。なんか時報大将やばそうですねっていう。なんかね、特に親父でかくてやばそうですね。フォーとか言ってますからね。なんかもうこの雲みたいな顔でフォー言ってますから、これやばそうなってる中でですね、なんとかかんとかですね、その、女の母親の方ですね、炭治郎が倒すんですね。でもですね、不思議だったのが、母親の方の鬼はですね、何かその家族に怯えてるみたいだったんですね。その親父なのか息子なのか分かんないんですけども、こいつらのが怖いから鬼殺隊を殺さなきゃいけないっていう怯えが見えたんですよ。だから死ぬ瞬間にですね、もうこれダメだ、炭治郎に切られると思った瞬間にですね、これで楽になれるかもっていう顔するんですよ。ね。それを悟った炭治郎はですね、さっね、その、なんとかの型って言ってですね、シャッってですね、ね。寒天の雨、シャーンってやってですね、痛みを全く感じないっていう切り方をしてあげるんですね。ありがとうとかって、ファー、何が起きてるんだ。ね。あの鬼の家族何なんだ言ったら次、親父が出てるんですね。ふーとかですね。もうその親父が強すぎてですね、伊之助とかもう払われちゃうんですね。バーンバーンやられてる。そんな中でですね、なんとかかんとか、義勇と忍が間に合うという中ですね、善逸もですね、他の雲とで格闘してもう死にかけるとかですね、いろいろありました。はい。そんな中ですね、親父を倒すんですが、ところがですね、この親父が倒れてもですね、話が終わらないんですね。一番恐ろしかったのはですね、ちっこいですね、子供だったんですね。少年の鬼だったんですよ。母さん、ちゃんと頑張ってよね。とか言った少年の鬼がですね、一番怖い鬼なんですよ、実はね。なんか文句あんのとかですね、炭治郎にですね、鬼は倒すみたいな、やってるんですね。なんか文句あんの母さんも父さんも役に立たないなとかって、ね、ちっちゃい鬼なんですね。ちっちゃい鬼のくせに強いのかって思ってですね。君僕に勝てるわけないじゃんかつってバッて紙を書き上げるんですね。そしたら目の中にですね、バーンですね、加減の5。こいつナンバーズだったんですよ。この子供がこのグループの一番の仕切ってるっていうですね、一番弱そうに見えたやつが一番強かったっていうね、恐ろしいなんてそいつとうわーやるんですけど、もう叶いません。もう強すぎます。そんな中、この富岡義勇と胡蝶忍が間に合ってですね、ものすごい戦い方で義勇が倒します。スパーンね。ポーンこのね、この子供の加減の5もね、ものすごい悲しい過去あったんですよ、実はね。もうね、鬼たちをですね、奴隷のように家族にさせてるっていう、家族ゲームをさせてるっていう子供だったんですよ。お前さ、僕の、親父役やりなよ。君が母親役やりなよとか言ってですね、もうすごい、もう怯えながら逃げたら殺すっていうね、そういうですね、鬼の中の鬼津ファミリーを作ってたんですけども、なんでそんなことをしてたのかっていうと、自分の両親をですね、自分で殺してしまったんですね、やっぱりね。鬼になってですね、体が弱くて育った。ね。で、もうダメだっていう時に鬼仏寺無惨に救ってもらったんだが、それによって人を食う羽目になるわけですね。で、それを見たもう、親父とお袋が泣き叫んで、親父がついに、息子を殺そうとするんですが、その親父を殺めて、そして母親を殺めて、そして出てきた。その過去がですね、とてつもないトラウマになっていたから、家族を集めたいという鬼になってたということが明らかになった。ファー。義勇が殺すわけですね。ところがですね、この胡蝶忍は、このね、禰豆子を見るわけですよ。もう一匹いるじゃないですか。この柱のうちのですね、虫を使う、虫の呼吸の柱の、胡蝶忍がですね、柱がやろうとするわけです。禰豆子をですね。義勇がですね、いかんいかんってカーンってやるわけですね。なんで鬼を殺そうとするのに邪魔するんですか、義勇さん。それ対立違反ですよ。こうなるわけですね。で、もう、義勇と忍がですね、違うんだ。これは特別なケースなんだ、これはとか言ってですね、何なんですかみたいな。カン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 。気に食わないですね。鬼といえば殺すのが柱の役目です。カン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 。カン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 やってですね、言ってる間にカラスがギャー鳴いたき出してね、本部に連れてこい禰豆子と炭治郎を本部に連れてこい言うわけですね。うわーなってですね、本部に行く案件かこれはって、重要案件として禰豆子と炭治郎が本部に連行されます。はい。そしてですね、禰豆子とバラバラにされたですね、炭治郎がですね、ドカーンなんすか、なんで縛られてるんですか僕。これからお前を会議にかける。裁判みたいなもんだ。どういうことなんですか禰豆子はどこにいるんですかいいから。
そんな言葉遣いをするな。お前の前にいるのは、バーン柱だっつってですね、9人の柱が全員揃ってるんですね。パンパンパン、パン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 。もうとんでもない戦闘力がありそうな、とんでもないビジュアルのですね、めちゃくちゃ個性的です。かっこいい9人が現れてですね、君が炭治郎かなんか言ってですね、みたいな、柱ーみたいな。このシーン胸熱です。何この最強の9人ね。その中の一人に義勇がいるわけですね。はい。その最強の9人。で、その最強の9人のうちですね、ほとんどが禰豆子を認めてないんですね。鬼を守っている鬼殺隊がいるだってダメだ殺せってその鬼もこいつも殺さなきゃダメだみたいなこと言われるわけですね。そうだなって間違いない。鬼を守る理由がない。殺せみたいな。殺せ。どうしようみたいなね。で、義勇がとかなってるわけですね。そんな中ですね、親方様のおなりですって言ってですね、おかっぱの女の子がですね、こうやってくるわけですね。親方様のおなりです。来ました。はい。この9人の最強部隊も、滑るですね、この鬼殺隊のトップのです、トップオブザトップの人が出てきます。それが親方様と呼ばれています。親方様のおなりですって言ったらですね、その9人の柱が全員ザッ先ほどまでですね、ものすごい強そうだったのに、こんな奴らがですね、ザーなってですね、向こうから来るんですね。よく来てくれましたね。さあ、ビジュアルで言うと、その、千と千尋の白みたいな感じです。ファッ、見るんですね。したらですね、何かしらの病気でですね、顔のですね、上半分がですね、なんかこう、ちょっと、色が変わってるんですね。紫色に変わっちゃってるんですね。で、目がうまく見えてないみたいな感じなんですね。すごい、何かを背負ってるんですね。親方様が現れたんです。よく来てくれましたね。ね。禰豆子は特別な鬼なのです。なんとか炭治郎の件も承認してはくれませんか。9人の柱に言うんですけど、9人の柱納得いかないですね。ものすごく尊敬し敬愛している親方様の言うことですが、この件に関しては納得がいきませんから、吸ったものがあるんですよ。ね、こいつは認める認めないと言うんですけどね。ただ富岡義勇とですね、鱗滝左近次のですね、両方とも署名が入った手紙をですね、親方様が読んでですね、この二人をなんとかよろしくっていう。この二人は危険じゃないから大丈夫守ってくれね。で役に立つからっていうことですね。でそうじゃなかったとしたら私たちが腹を切るっていうね。そこまでのことを義勇さん言ってくれてたんだ。鱗滝さんも言ってくれたんだ。鱗滝はですね、実は元柱だったんですね。元柱の鱗滝と現柱の、富岡義勇が命をかけてこいつらは大丈夫だと保証するからなんとか頼むということで、吸ったもんでありながら、渋々のやつもいながらですね、炭治郎と禰豆子は鬼殺隊に受け入れられることになったんですね。さあ、ここからです。柱9人揃って、そして12気づきが、動き出した。こんな中、ね、9人の柱のうち1人、ね、もう1人全く違うね、この富岡義勇が水の柱で、先ほどの胡蝶忍っていうのはね、蝶々を使ったり毒を使ったりするんですけど、それが虫の柱で、炎の柱ね、煉獄さんっていう人がね、一番強そうな煉獄さんっていう人がいるんですね。煉獄さんと次は12気づきの誰かが暴れてるところに行くというね、そのミッションに、炭治郎と善逸と伊之助がついていくというところでアニメが終わるんですよ。とこっからなのにと、この9人の柱と12気づきがブワー戦っていくところがおもろいんちゃうのーっていう、うわー見たいで、終わったアニメ。よし続きの漫画読もうっていう状態になるわけですね。さあ、ここまでです。ここからの漫画はですね、やはり9人の柱と12気づき、この戦い、熾烈な戦い、これがおもろいんですよ。正直もう9人の柱、これがですね、この鬼滅の刃の人気キャラクターランキングの上位をもう独占する勢いのですね、キャラクターなんですね。もう9人の柱が魅力的しょうがない。そして、なぜ強いのか、なぜそんな過去があるのかっていうのもすごい、描かれていきます。そしてこの12気づきの方もですね、めちゃくちゃ粒揃いです。もうただの化け物だけじゃなくて、ものすごく理由のある鬼たちが出てくるんですね。ものすごく理由のある鬼たちと、ものすごく理由のあるこの柱たち。この戦いと、炭治郎の因縁ですね。耳飾りになぜものすごく反応したのか。ね。このあたり。炭治郎が引き継いできた運命とは一体何なのか、そういうことがどんどん明らかになるというですね、ものすごい指数関数的にこの面白さでギャーいくという漫画でございます。全体の
設定とキャラクターが出揃ったところで終わるんですよ、アニメが。だから正直、むちゃくちゃいい漫画への導入になってるって話なんです。だからこそ、ヒットした。だが、その素晴らしいアニメの流れだけではなく、私なりのヒットの分析させていただきたいなと思っております。ここまで、私の喋りですから、正直漫画を見た方がね、うおーとなると思います。これを聞いてですね、ふんふんと思った方がですね、漫画を読みたくなる、そのために私喋りましたから、ぜひ読んでいただきたいんですが、私なりにですね、分析しましたところ、これは伝統と革新のハイブリッドだ。これを言いたい。どういうことか。まず、めちゃくちゃ王道の伝統ポイントがあるんです。男性の王道です。はい。実はですね、この鬼滅の刃、鬼と血統と呼吸、これすごい大事なんですよ。ね。鬼っていうのはこれ無惨ですよね。はい。で、この鬼のタイプはいわゆる日本の昔話のような鬼ではなく、吸血鬼のようなタイプでしたよね。吸血鬼、そして血統。血統というのは徐々に明らかになるんですが、このね、炭治郎が実はですね、親父との因縁、その前の因縁、先祖との因縁とかですね、血統っていうのが大事になってくるんですよ。ね。江戸時代とか戦国時代の頃から鬼はずっと鬼殺でやられてきた。ね。代々鬼殺隊だった人とか、そういう血統がものすごく大事になってくる話なんですね。さらには力の源である呼吸法ですね。この3つ。いろんなところで言われてるんですが、これはですね、ジョジョです。ジョジョの奇妙な冒険。ジャンプのスーパーレジェンド漫画、ジョジョの奇妙な冒険の1部、2部の設定、酷似してます。これはすごいことなんですよ。ジョジョって実はですね、1部、2部はこれがメインなんですよ。吸血鬼と戦う血筋のものが呼吸法によって吸血鬼をやっつけていくっていう、そういう話。で、第3部になってから超能力、スタンドっていうのを発現して、いわゆるジョジョのイメージができるんですが、ジョジョの原点となる設定は、ディオっていう圧倒的な吸血鬼が自分の配下を作っていく。ね。それを防ぐ血統、ジョースター系の血統で、そのジョースターが呼吸法によって、波紋の力というのを呼ぶというね。その流れ、まさにジョジョ。これはもうだからジョジョ好きからするとたまんない、もうその一番のスイートポイントを刺されてるわけですね。ドーンで、この後峠小原先生ももうまさにジョジョが好きだと言ってるので、このジョジョっ子たちにはたまんないっていうまずドストレートな、大筋があります。その上でもうジャンプの大ヒットの鉄板、それが侍刀組織です。はい。侍刀組織って言ったら何ですか？歴史上に新選組ですよね。もう歴史で一番人気のある奴らといえば、戦国武将の織田信長とかの三英傑、徳川家康、豊臣秀吉とかいますけれども、幕末でって言ったら一番人気はやっぱ新選組なわけですよ。背中にそう、誠って入ってる男たちの物語ですね。これ背中に滅って書いた男たちの隊員なんですよ。これ、やっぱりね、新選組一番男刺さります。はい。その新選組に類するもの、もしくは新選組が描かれてきた漫画っていうのはジャンプでいっぱいあるわけです。それがブリーチ、ルロケン、銀魂です。もう言わずと知れた大ヒット漫画たちですね。ブリーチにもそういう隊があります。ルロケンも新選組出てきますし、銀魂にも新選組出てきます。なので、侍刀組織これもう鉄板なんですね。なので、鬼血統呼吸を中心の軸に置きながら、そこにですね、侍刀組織というものを巻き込んでくるわけですね。さらに言うと、もうこのスパイスが一番だと僕は思う。敵の力を持つ味方。これです。禰豆子ですよ。ね。鬼狩りと鬼がなんだ一緒にいるんだのセリフはまさに寄生獣。これもう80年代伝説の漫画寄生獣です。はい。天才岩垣仁先生が書いた寄生獣はもうね、要するに人間の脳を乗っ取るという寄生、生命体、宇宙からの。まさに鬼と同じですよね。鬼が人間になっちゃう、人間が鬼になっちゃうわけですから。寄生する生命体が寄生しきれずに、右手にだけ寄生して、寄生した、要するに化け物と人間の合同体が人間のために戦うというですね、トリッキーな設定なわけですよ。ね。なんで寄生獣と人間が一緒に戦ってるんだという寄生獣側のセリフと全く同じ。なんで鬼と鬼狩りがという、これはですね、言ったらデビルマンみたいなものですよね。デビルマンも一緒。
悪魔の力を持ちながら人間のために戦うというですね。だから鬼の力を人間のために使う。これもですね、非常にヒットの相続なんですよ。この鬼決闘呼吸のジョジョパターン、侍刀組織の新選組パターン、さらに敵の力を持つ味方という寄生獣デビルマンパターン、この男たちなら、そして俺世代ならもうドンピシャでもうボディを食らいに食らうというですね、この設定の神設定祭りの詰め合わせ、ボーンすごいよ。だって、ジョジョっぽいブリーチの寄生獣だぜっていう感じですけどね。ジョジョっぽいブリーチの寄生獣って何ですかっていうね。そう、見てみたいですというね。それがあるんですと。ね。ただこれが、そうは思わせないのはなんでか。外側はここでがっちり固めてるんですが、中のソフトウェアが全然違うんです。中のソフトウェアが革新的なんです。これはなぜか。まず主人公のキャラクターが全然違う。ね。主人公のキャラクターが、かまど炭治郎。皆さん何度も私言いましたけど、むちゃくちゃ優しいですよね。で、炭治郎の戦う動機が全然違うんですよ。炭治郎が戦うのは何でか。妹を人に戻したいから、ただそれだけ。本当は戦いたくないんですよ。鬼殺隊に入りたくもなければ、武山を倒したいとか、そういう動機は本当はないんですよ。妹を戻したいから鬼殺隊に入ったし、妹を戻したいから無惨と戦わなきゃいけないだけで、戦いたくはないんです。だから最初に、鱗滝に、甘い、こいつは鬼を潰すのにも、ものすごいね、こう戸惑ってる、こんな奴に鬼殺隊に任せられるか大丈夫かって思われるぐらい優しいの。鬼殺した後に手握っちゃうぐらい優しいの。基本的にはものすごく優しくて人格者なんです。街でも愛されてたでしょね、炭治郎トラブル解決して、炭治郎トラブル解決して、めっちゃいいやつなんです。これがいわゆるジャンプの今までの王道の主人公のビジョンと全然違う。いわゆる悟空とルフィパターンですよね。もうジャンプの主人公といえば、強い敵見るとワクワクすんぞっていうこの、とにかく勝ちたいっていう悟空とルフィの海賊王に俺はなるっていう、要するに純粋に自分の力を試したいっていう思春期の少年の代弁者なわけですよ。悟空とかルフィっていうのは。自分の力を試したい。ね。それは弱点のある自分だけど、ね。悟空はエリートじゃないですよね。ベジータと比べてもエリートじゃない。そんな落ちこぼれの捨てられた悟空。こいつが本当は強いんだっていうところを見せたい。ルフィもそうですよね。もっともっといっぱい強い先輩がいる。シャンクスとかもいっぱいいる。だけど俺が海賊王になるんだ。と言って、ね。悪魔の実でゴムゴムの力を手に入れて、ね。溺れたら死んじゃう。だけど頑張る。ね。そういう話ですよね。めっちゃ人格者なんですよ。このキャラクター性。正直ね、女性にむちゃくちゃ受け入れられるキャラクター性だと思います。この強さだけを訴求するっていう、強さだけを希求していく、求めていくっていう主人公、女性の感性に多分いまいち引っかからないと思う。そんなに敵に勝たなくてよくないって。だけどこの子、妹守りたいんでしょ？いい子。これ女性のですね、支持をめちゃくちゃ得やすいっていうキャラクターがこの中に入ってるんですよ。ジョジョ、ブリーチ、寄生獣とまた、ちょっと違うわけですよね。そんな中で守られつつ戦うヒロイン。来ました。禰豆子です。禰豆子のビジョンが、要するに普通今までの漫画だったらかわいそうな女の子がいて、その子を守るために男が頑張る。女待ってろよじゃないんですよ。時として炭治郎のピンチを蹴り一発で鬼の首跳ね上げて助けちゃうような強いヒロインなんです。人間ではないからという意味で救われる対象でありながら、鬼の力を持つことによって助ける対象にもなってる。助ける、その主体者にもなってるわけですよね。それがすごいんですよ。この守られつつ戦うヒロイン、これも女性の受けがもう絶対いい。これも今までの恋愛だけの守られるヒロインっていうのはもう今ディズニーの世界からも排除されてますよね。今までのディズニープリンスっていうのは王子様に守ってもらう人だった。でも、ラプンツェルとか、アナ雪とかは女性側が主体的に動いて女性が問題を解決する。むしろどちらかというと男性はそれを見守ったりサポートしたりする側ですよね。そういう新しい女性のビジョン。そしてその女性にすごいフィットする男性のビジョンになってるわけです。少年漫画ジャンプ。編集部全員男。ね、もう男だけで作ってる、もう努力、友情、勝利の世界ですよ。そこになぜかものすごく女性的な感性が息吹が含み込まれてるんですね。そして、こちら。敵味方とも描かれる家族愛です。
これが大きく違います。正直な話、この守られつつ戦うヒロインのところからジョジョとはだいぶ違うんですね。ジョジョでも、要するにディオによってですね、ものすごくですね、病に陥った家族を助けるためにって立ち上がるんですけど、その家族はずーっと病に伏せってますから、戦いません。このあたりからジョジョとだいぶ違う。それ女性の扱い方が違うんですね。で、敵味方とも描かれる家族愛、これも違う。敵側のキャラクターはジョジョとかはだいぶ悪いんですね。ものすごく悪と善に分かれるんですが、これはですね、悪側もほとんどに理由があると。で、そのほとんどの理由がですね、どういうトラウマかというと、全部が家族に対するトラウマです。どうして家族ともっと愛し合えなかった？どうして弟に謝れなかった？どうしてお兄さんを大事にできなかった？どうしてお父さんお母さんをこうできなかった？全部が家族愛につながることなんです。テーマ、そう。このハードウェアの中に、最も男性的な王道のハードウェアの中に、女性が最も興味を持つソフトウェアが入ってるんです。女性を守る男性、そして戦う女性、そしてテーマは家族愛です。つまり、ジャンプの中で最もずーっとテーマにされてきた努力、友情、勝利と真逆です。努力、友情、勝利、努力、友情、勝利ではない。家族愛を実はむちゃくちゃフォーカスしていく。そこがですね、この究極の男性受けの中に究極の女性受けを入れたことによって、めちゃくちゃユニバーサルデザインになってるわけです。男性も女性も理解できるという漫画に奇跡的になっている。これが面白いですよね。この後藤家小江原さん。性別は明らかになってません。年齢は約30歳ぐらいらしいんですが、性別は明らかになってません。だから一説によると、女性の先生なんじゃないかっていうお話があるわけですよ。それがむちゃくちゃ面白いんですね。だからこんなに受け入れられたんだ。むちゃくちゃコンテンツとしてレベルが高いんです。男のヒットの要因の中に女性のメッセージ性、時代感、感性が入ってる。男性の王道プラス女性の感性かけるプラスですよ。配信インフラが整ってたんです。つまり、いつからやってもですね、これ話題になってる。じゃあ見ようって言った時に、今まではテレビの放送期間が終わっていたらもう振り返れなかったわけですよね。DVD の高い DVD を買わなきゃいけない。なかなかそこまでは見れないよねと言って、もうタイミングオンタイム逃したら見れない。違う。今は Netflix、Amazon プライムで一気見ができるんです。一気に追いつくことが可能な配信インフラが整ってるんです。とてつもないユニバーサルデザインの男性も女性も受ける鉄板のコンテンツがいつでも追いかけてすぐ追いつけるようになってる。ね。アニメもたったこの6巻分ですよ。ネットフリックスで一気見ボンした後にですね、その後ね、14巻だけ。まだ最新20巻。ね。この鬼滅の刃の最もすごいところは急速ヒットをしたことなんですよ。急速をヒットしたことによってまだ追いかけれるんで、追いつけるんですよ、全員が。127巻目でヒットしたわけじゃないんですよ。現在、こち亀と同じぐらい続いてますみたいな、そういうことじゃないんですよ。追いかけるのどれぐらい、そういうことじゃない。20巻だからまだ追いかけれるんです。だから、ものすごく後からみんなを巻き込んでいけるような状態に整ってる。それは老若男女が受け入れれる。だから急性大ヒットしたんだ。これが中田敦彦の分析でございます。さあ、皆さん、ここからですよ。もうあと数日で、連載の驚異の展開が迎えられますから、そこまでに振り返って、最新刊読んで、うわーなって時代の転換点を見てみようじゃありませんか。ね。時代を変える漫画、時代を変える作品、そのオンタイムに立ち会えるっていうのはですね、今を生きていることの喜びそのものですよ。ね。皆さん、あの人間失格が発売された時ってどうだったんだろうねとかね。あの大ヒット映画がさあオンエアされた時ってどうだったんだろうねとかって想像するかもしれない。そのオンタイムの中のランドマークになる作品がまさにこの鬼滅の刃なんです。追いついて、その上で体感しましょう。そのために私はこの動画を上げました。さあ、皆さんにとってこの動画は一体どれほどの響いたでしょうか。中田敦彦としては全集中でお届けしたつもりです。ぜひご覧ください。ではまた。